テスラ株が一時427ドル台まで下落しました。直近では450ドル近くまで上昇していたので、かなり強い反落です。ただ、今日の下落は単純にテスラに悪材料が出たというよりも、市場がこれまでの期待を一度冷静に見直している動きに見えます。今日はテスラ株の下落、ロボタクシーの運用課題、4680バッテリーの不安、そしてギガベルリンの追加投資についてお伝えしていきたいと思います。おはようございます。ケンです。今日のテスラはポジティブな材料とネガティブな材料が同時に出ています。株価だけを見るとテスラは大きく売られています。でも一方で欧州ではバッテリー生産への追加投資も発表されています。今日はここ数日のテスラに関する最新情報を整理していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初のニュースです。テスラ株は一時427ドル台まで下落しました。前日の終値は445ドル付近でしたので、かなり大きな下げです。チャートを見ると450ドル近辺まで上昇した後、そこから一気に売りが出ています。短期的にはかなり強い利益確定が入ったようにも見えます。ここで大事なのは下がったことそのものよりも、なぜこのタイミングで売られたのかです。今回の下落はいくつかの要因が重なっていると思います。一つ目はロボタクシーへの期待がかなり高まっていたことです。テスラ株は最近ロボタクシー、FSD、オプティマスなど将来事業への期待で買われていました。ただ、期待が高まるほど市場は少しの不安にも敏感になります。2つ目は4680バッテリーへの不安です。パナソニックが4680バッテリーの量産を延期したという報道が出ています。4680はテスラの車両コストや生産効率に関わる重要な技術です。ここに遅れが出ると投資家は少し慎重になります。3つ目は450ドル付近の売り圧力です。短期間で株価がかなり上がっていたので、上で買うよりも一度利益を確定したい投資家が増えた可能性があります。次にロボタクシーのニュースです。報道ではテキサス州で展開されているテスラのロボタクシーサービスについて、待ち時間の長さや車両数の少なさ、運行エリアの制限などが指摘されています。例えば車がなかなか来ない、目的地の近くまで行けない、ルートに制限がある、こういった課題です。これはテスラにとってかなり重要なニュースです。なぜなら今のテスラ株にはロボタクシーへの期待がかなり乗っているからです。ただし、ここで勘違いしてはいけないのは、ロボタクシーが失敗したという話ではないということです。むしろステージが変わったと見るべきです。これまでは本当に自動運転で走れるのか、ここに注目されていました。でも今は実際のサービスとしてちゃんと回せるのか、ここが問われています。待ち時間を短くできるのか、車両数を増やせるのか、安全性を維持したままエリアを広げられるのか、ここが次の焦点なんです。つまりロボタクシーは夢の話ではなくなってきた一方で、現実の交通サービスとしての課題、ここが見え始めたということになります。次にバッテリーです。パナソニックが4680バッテリーの量産を延期したという報道が出ています。この4680バッテリーはテスラにとって非常に重要です。EV の価格、航続距離、生産コスト、利益率、すべてに関わります。ロボタクシーやオプティマスのような派手な話題に比べると目立ちませんが、バッテリーはテスラの土台です。ここに遅れが出ると市場は当然不安を感じます。先週も4680バッテリーに関して思ったほどの性能はなかったっていう情報もありました。この4680バッテリー、今後のテスラの肝にもなってくると思いますので、引き続き新しい情報があったらシェアをしていきたいと思います。一方で悪いニュースだけではありません。テスラはギガベルリンのバッテリー工場に約2億5000万ドルの追加投資、これをすると報じられています。年間生産能力は8ギガワットアワーから18ギガワットアワーへ拡大する計画です。これはかなり大きな動きです。欧州でバッテリーを作れるようになれば輸送コストを下げやすくなります。現地生産の強化にもつながります。そして欧州の市場でモデル Y などの競争力、これを高めることにもつながります。つまり短期では4680への不安が出ていますが、同時にテスラは欧州での生産体制を強化しているということになります。はい、ということでここが今日一番大事なポイントです。今日のテスラは
単純にいいニュースだけでも悪いニュースだけでもありません。株価は下がっています。ロボタクシーには運用の課題が出ています。4680バッテリーにも遅れの懸念があります。でもその一方でギガベルリンではバッテリー投資を拡大しています。つまり市場は今テスラの期待を一度冷静に見直しているんです。ロボタクシーは本当に使えるサービスなのか、バッテリー供給は計画通りに進むのか、株価はどこまで先の未来を織り込んでいるのか、このあたりをかなり厳しく見始めているんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のニュースをまとめていきます。まずテスラ株は一時427ドル台まで下落しています。これは短期的な利益確定に加えてロボタクシーや4680バッテリーへの不安が重なった可能性があります。次にロボタクシーは技術の話から実際の運用の話に移っています。走れるかどうかではなくてサービスとして安定して回せるのか、これが焦点です。そして4680には不安がある一方で、ギガベルリンではバッテリーの生産能力を大きく拡大する動きも出ています。つまり今日はテスラの期待が完全に崩れた日ではないんです。むしろ期待と現実の差、これを市場が確認し始めた日だと思います。皆さんは今回のテスラ株の下落を短期的な調整だと思いますか？それともロボタクシー期待の見直しが始まったと思いますか？ぜひ皆さんの感想、コメントで教えていただければと思います。はい、ということで最後にテスラ株チェックしておきます。本日は下げて現在427ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。